こんにちは。北アイルランド在住の奥美です。先日北アイルランドの首都ベルファーストまでドライブしてきました。そこでドライブレコーダーからベルファーストのパノラミックツアーをバーチャルでしたいと思います。まず今通っているのがアルバート橋。この下はラガン川ですね。橋は1890年に完成。ビクトリア女王の孫のアルバート・ビクター王子が名前の由来になっています。で、右を通っていたのが連接バスのグライダーです。2018年に運用が始まった新しいシステムで、ベルファースト市内を G1 と G2 の2つの路線が走っています。さて、この辺りは右側も左側も IT 企業が多く、北アイルランドのシリコンバレーですね。というのもこの辺りは交通の便が良くて、左手にラニオンプレイス駅が見えてきましたが、郊外からの汽車が止まるんです。以前はベルファースト中央駅という名前でした。今年夏まではアイルランドのダブリンとを結ぶ国際列車のベルファースト側の駅だったんですが、今年10月に別の場所に新しくグランドセントラル駅が開業して、ダブリンからは乗り換えが必要となりました。で、右側に見えてきたレンガ造りの建物、これがセントジョージズマーケットです。1890年から行われている屋内のマーケット、金土日の3日間営業しています。で、前方がグランドセントラルホテル。アイルランド島で2番目に高い建物で、ホテルとしては一番高いホテルになります。左手にピンクの2階建てバスが止まりましたが、これはベルファースト市内を走るバス、通称メトロです。ベルファースト市内を走るのがピンク色、ベルファーストと郊外を結ぶバスが青色です。メトロと聞くと地下鉄をイメージしちゃいそうですが、ベルファーストではこのバスのこと。ベルファーストのメトロマップという路線図を見ると、まるでベルファーストを縦横無尽に地下鉄が走っている目の錯覚に陥ります。実際のところ、ベルファーストの公共交通機関は汽車とバスです。さて、この辺りは政府や市役所関係のオフィスや建物が集まるところです。右に少しだけ見えますが、裁判所があるのもこのエリアです。あとパスポートオフィスや私のイギリスのビザの更新に来たのもこのエリアでした。話がバスに戻りますが、ベルファーストの市内を中心にバスレーンというバスや一部タクシー専用のレーンがあります。渋滞緩和のため、平日と土曜日の一定の期間、私のような一般の車は通ることができません。もし時間内にバスレーンを通ってしまった場合、罰金が90ポンド、およそ17,500円。罰金の手紙が来てから2週間以内に払えば半額の45ポンドになるそうですが、市内を走るときはバスレーンに入ってしまわないか毎回ドキドキします。しかもベルファーストの中心部は一方通行が多くて、バスレーンも左側だったり右側だったり両方だったりなどとなかなか複雑です。いよいよ前方右手に見えてきたのがベルファースト市庁舎です。1888年にビクトリア女王によってベルファーストはシティですねの地位を授けられ、市庁舎は1906年に開館しました。ネオバロック様式でポートランド石が使われています。当時ベルファーストは造船やリネン産業などで繁栄が絶頂期にありました。そしてこちらが市庁舎の追悼庭園です。第一次世界大戦で亡くなった人々の記念碑で、1929年11月11日の休戦記念日に除幕されました。さて、日中なので分かりにくいですが、クリスマスのイルミネーションが通りの上に飾られています。で、左手に見えるのがディーンズというレストラン。かつてベルファーストで一番最初にミシュランの星を持っていたんですが、現在はミシュランガイドには掲載されているのみとなっています。左手にまた2階建てバスのメトロが止まりましたが、この緑色は電気自動車ということになります。この2階建てバス、実は北アイルランドのライトバスという会社で作られています。ロンドンのバスも一部北アイルランドで作られているんですよ。で、右手に見えてきた重厚な石造りの建物、アイルランド長老派教会の集合施設です。正面に見える縦長の建物が5つ星のフィッツウィリアムホテル。その左の茶色の建物がグランドオペラハウスです。で、ここ曲がると赤色の2階建てのバスが見えてきましたが、乗り降り自由の観光バス、ベルファースト市内も走っています。残念ながら日本語は対応していませんが、主要な観光地に行ってくれるので非常に便利です。前方左手、歴史のありそうな建物が見えてきました。こ
これ大学の学生寮なんですよ。そしてここを右に曲がるとウェリントンプレイスという通り。この通りの名前はワーテルローの戦いでナポレオンを打ち破ったことで知られるウェリントン公爵から名付けられました。少しびっくりですが、ウェリントン公爵は少年時代の短い期間をベルファーストで過ごしたそうです。この辺りはカフェの激戦区、スタバ、コスタ、グランドコーヒーなどが一つの交差点に集まっています。で、この右側がアッパークイーンストリートです。アイルランドのダブリンと行き来するバスの2社のバス停がここにあります。さて左手ですが、ビクトリアンの建物とジョージアンの建物が混在しているのがわかります。どちらも外見はなるべくそのままに街の景観を保っているというのが私の好きなところですね。そろそろ視聴者が見えてきましたが、左手が観光案内所です。日帰りツアーや地図の配布があります。そして右側がベルファースト市庁舎。1906年に完成した壮大な建築物。市庁舎の正面玄関前にはビクトリア女王の像があります。美しいバロックリバイバル様式のデザインが街の中心を飾っています。ちょうどこの日クリスマスマーケットの準備がありました。そして左手マークス&スペンサー、デパート風のちょっと高級なスーパーですね。では視聴者の横を回っていきます。右手視聴者の横にあるのがタイタニック記念庭園、犠牲者を偲ぶ追悼の場です。で、この視聴者の周辺はちょっとした金融街になっていて、銀行のメインの支店がいくつかあります。左手アルスター銀行ですね。そして正面にあるのがアイルランド銀行。南北アイルランドの両方に支店があります。面白いのが、北アイルランドでは銀行の窓口は土曜日も営業しているんですが、アイルランド共和国は土曜日は支店がお休みなんですね。なのでアイルランド銀行は北アイルランドも土曜日はお休みです。そしてまた視聴者の裏側にやってきました。そしてもう一つ銀行ありましたね。ダンスケ銀行です。こちらも土曜日の午前中も営業しています。私はダブリンにも住んだことがありますのでね、北アイルランドの銀行が土曜日に営業しているとした時は感激でした。またクリスマスのイルミネーションの看板が見えてきました。北アイルランドもクリスマスが終わった後、年明けまで飾りがされています。でも北アイルランドではクリスマスマーケットはクリスマス前に終了となります。さて、ちょっと路地に入ります。この先小さなスクエアがあって、その周りにパブやバーやホテルがたくさん集まっています。今の時期、職場などのクリスマスパーティー、日本の忘年会のようなものがあるので、夜はすごく混んでますね。さて、前方左手5つ星のザ・ベッドフォードホテルとして来年開業予定です。そして右手がグランドセントラルホテル、23階建てで北アイルランドだけでなく南北アイルランドで2番目に高い建物です。前方左手かなり見えにくいですが、アルスターホールがあります。歴史的なイベントや音楽公演が行われます。さて今日はね、ベルファストの視聴者を中心にドライブしましたが、いかがだったでしょうか。少しでも街の雰囲気を味わっていただけると幸いです。次回は視聴者の北側もドライブしてきましたので、そのあたりの観光スポットをご紹介できたらいいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。またの動画でお会いしましょう。